風光明媚なこのリアス式海岸の中でですね、山と伊勢湾の栄養な水がこう流れてきて、牡蠣養殖の言い方でまるでカーテンするみたいにこう吸わしてもらってですね、それがこの浦村の特徴でもあります。近年ですね、温暖化とかでですね、牡蠣の生育が遅れてます。で、今作ってる生産量の半分以上がこう殻が開いて死んでしまっている状態でもあります。水産業っていうのは海洋環境という大きなプラットフォームの上に乗っかった一つのですね、アプリケーションというか、今その土台となるその海洋環境が崩れている中で、その水産業そのものだけをどうにかするっていうのがすごく難しくなってきたと。母なる海、豊かな生態系が私たちの生活や経済活動の根幹を支えています。今、この海で様々な問題が起きています。水質汚染、海ごみ、違法・無報告・無規制な IUU 漁業、それらを原因とする生物多様性の損失、人間活動由来の気候変動による海水温の変化、海面上昇、海流の変化など、私たちはかつてない困難に直面しています。このままでは日本の食卓におなじみの水産物が近い将来手に入りにくくなってしまうかもしれません。ここで海の問題の原因となっている人の経済活動と海の生き物、資源との関係を見てみましょう。経済活動は海の資源を利用する一方で、環境汚染や気候変動を引き起こし、海に負担をかけてきました。この経済活動を支えているのが金融機関や投資家による事業者への投融資です。しかし、海への負担が蓄積すると、経済活動が持続できなくなり、事業者から金融機関へのリターンが苦しくなります。海の問題の解決に向けて、WWF は海を守るブルーファイナンスを提案しています。サステナブルなブルーファイナンスとは、海の資源を保全しながら行われる持続可能な経済活動のための投融資です。金融機関、投資家が持続可能な海洋資源の利用を行う事業に対して、エンゲージメントのもと投融資を行い、事業者はサステナブルな活動を行います。海の生態系が保全されることによって、社会が生態系サービスの恩恵を受け、社会から金融機関への預貯金が健全化します。サステナブルなブルーファイナンスに基づいた経済、ブルーエコノミーとなれば、よりサステナブルで豊かな循環が生まれます。このブルーファイナンスの実例が三重県鳥羽にあります。森が育んだ水が流れ込むこの海では、牡蠣の養殖が盛んです。この牡蠣養殖で大量に使われているプラスチック製のロープがブルーファイナンスの糸口となります。今シーズンの出荷する牡蠣をちょっと上げてみます。この浦村牡蠣は海に吊るしておけば、海が彼らにこれらに餌を与えてくれて、こうやって育つわけなんですよね。このロープは7メートルの長さがあって、で素材的には PE なんです。ちなみに大体このイカダだけでこれが900本吊るしてあります。処分するときにはもちろん産業廃棄物としての処分費っていうものもかなり重たい出費になります。だいたい作業が9月の後半ぐらいから始まって2ヶ月ちょっとぐらいで、これぐらい溜まった使えそうなものは再利用したりとかもいう努力もしています。参拝として出す費用も数年前からどんどん上がっててですね、フレコンバッグが20袋や30袋1年間で出ますんで、その参拝の金額、計算するだけでもゾッとします。昔その真珠養殖をするための容器、これがまたプラスチックだったりするんですよね。山や海沿いとかにもですね、もう廃棄してそのままだったりするんですが、うちに関しては全て利回りに回収してもらいました。漁具の山は僕らからするとやっぱり資源なので、あれがもっとあったらもっとテンション上がるなと思います。もともと航海士をやってまして、フィリピン海沖に
海洋プラスチックの塊が、いっぱい浮いてるのを見て、経済から弾かれて浮いてるということは、仕入れ原価0円で手に入るなっていうところがやっぱあるので、ものづくりの技術を掛け合わせて、市場流通させると、一つ事業になるなっていうところの発想があってですね、プラスチック資源の、資源循環の最適化をどうやってやっていくかみたいな問いが生まれて、この会社を作りました。株式会社リマーレという会社で三重県鳥羽市に本社があります。漁師さんたちが使った後のロープであったりとか浮き玉とか、主にハイプラと漁具を弊社が有価買い取りをして板材に変えるアップサイクルを行っています。素材の調達をして工場の方で粉砕、洗浄をかけた後に熱プレス機という自社開発した成形機を用いて板材に成形して、その後研磨してカットして納品っていう、ざっくりそんな感じの流れになります。それを内装材に使ったり机に使ったりとか、そこから切り出して小物にしたりとか、すごいいろいろ種類は多いんですけど、こちらのカウンターテーブルはカラフルなんですけれども、ペットボトルのキャップから再現しております。海洋プラスチックで人気なのがこの石のような見た目の板材なんですけれども、こちらのこのマーブル調の部分が牡蠣養殖で使うスペーサーという海洋プラスチックになっております。三重県の漁業ゴミに関しては黒色のものが多いので、こういった黒い素材は基本的には漁業ゴミ由来でものを作っております。リマーレで一番取り扱ってもらってるのは、僕たちが使った後のハイロープ、廃棄するロープですよね。今まで捨ててたものがちょっとでもいいからチャリンって音が聞こえた。いや、これはやっぱ革命なんですよね。もう本当にありがたいです。プラスチックは自体が悪いわけではなくて、その使い方とかちゃんと循環するようなインフラを作ればそんなに大きな問題ではないと思うんですよ。どのように資源循環ができるかみたいな手段をちょっとみんなで考えれるようにしていきたいなというふうに思ってます。2024年、株式会社リマーレに対してブルーファイナンスの投資を行ったのがフィッシャーマンジャパンブルーファンドです。フィッシャーマンジャパンブルーファンドは、海洋環境保全型のインパクトファンドというふうに、位置づけています。その事業が海洋環境保全に資するかどうかっていうのがまず、一番大事なポイントなんですけども、とはいえこのファンド自体が金融商品であって、きちんとしたリターンは追求するっていうところがあるので、その事業自体が本当に収益性が上がるものなのかとか、継続的に事業として、続くのかっていうのも重要なポイントとなってます。リマーレさんには3000万、投資させていただきました。今回調達させていただいた金額で漁具を再資源化するために研究開発をさせていただいて、5年計画で利益をお返ししていくっていう話なんですけども、普通のエクイティファイナンスと違くて長期的に社会的インパクトを出していくみたいなところにすごく理解のあるファンドだと思います。海の課題だとか水産業の課題っていうのはなかなか個人個社ではやっぱ解決できないものが多かったので、ブルーファイナンスというお金を通して、そういった技術があるスタートアップを応援していくだとか、やりたいことを実現していくためのツールだというふうに思ってます。サステナブルなブルーファイナンスの国際ルールを作るため、欧州委員会 WWF、世界資源研究所、欧州投資銀行などは国連環境計画金融イニシアティブ UNEP-FI 主催のもと、持続可能なブルーエコノミー金融イニシアティブという枠組みを設立し、14か条からなる持続可能なブルーエコノミーファイナンス原則を提唱しました。この通称ブルーファイナンス原則は、金融機関をサポートし、国連が掲げる持続可能な開発目標 SDG14、海の生態系の保全と持続可能な利用に貢献します。この目標達成に必要な投融資の額は他の SDGs と比べても特に不足していると言われていて、目標達成のために喫緊に投融資が必要です。これを見てくださった金融機関、投資家の皆様に3つのお願いがあります。海洋資源に依存する水産業などのセクターと対話し、
サステナビリティに関する課題及び対策をビジネスチャンスに変える方法を考えていくこと。ブルーファイナンス原則などの国際的な枠組みに参加し、国内外の金融機関と最先端の情報を共有すること。ESG のリスクマネジメントを向上させるために、水産セクターポリシーを策定し、持続可能な水産業へ投融資すること。ブルーファイナンスを通して海の資源を守り、私たちの子供や孫、そしてずっと先の世代まで美味しい海の幸が食べられるよう、みんなでお金の流れを変えてみませんか？ Together possible.